おはようございます。たかしです。本日は10月26日木曜日、ただいま9時1分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員と同じなので、使い勝手の良い方で有料投稿を効率的にご利用ください。またノートでは有料投稿の単品販売もしてますので、選択の幅が広いのも特徴です。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずポンド円の冷やしからですが、現在は大枠ではレンジを想定しております。ここのところずっと上がったり下がったりと分かりにくい動きをしてますが、ここ3日間ほど本日も含め今陰線が連続してきております。ただ現在地付近っていうのは過去結構下髭が出ているところですので、この辺は底堅い動きをしそうですので、その辺をここからは見ておきたいです。現在地付近から反発上昇してくるのか、この過去の下髭の部分を下抜けてくるのか、だいたい181円から 181.5 付近になるんですが、この辺りを明確に下抜けてくると、次はこの白の水平線 178.5 付近を目指して下落すると考えられますので、その辺注意ですね。ここのところ上値が重いので、このままダラダラと下落していく可能性があります。現在冷やしではダブルトップみたいな形になってますので、このダブルトップ完成からの下落になるのか、それともレンジで終わるのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスのレンジと考えております。昨日もその前もずっと上値は重い状態でダラダラと下落してきておりますので、今はこの黄色のボックスの加減を目指しているのかなというところです。そして先ほど冷やしで言いました過去の下髭の部分がこの辺りになるんですね。4時間足でも結構下髭を出しているんですが、ちょうどこの黄色のボックス加減に近づけば買い圧力が入りやすいっていうのがわかりますので、その辺ですね、現在地付近から181円ぐらいの間っていうのは反発も起こりやすいところにはなってきております。ただここ直近の動きを見ているとダラダラと下落してきてますので、このまま黄色のボックス加減を目指す可能性はあるんですが、そろそろ反発しやすいところにあるんだっていうところも覚えておいた方がいいと思います。ストキャスティクスは安値圏ですね。過去安値圏からは比較的上昇しておりますので、今回も値固めができればそこからの上昇になっていく可能性がありますが、今のところ上値も重いので、上昇するのであればもう少し時間がかかりそうですね。現在買い足では下落トレンドを作ってますので、基本はその流れに乗っていくのが良さそうです。では1時間足です。1時間足 GMMA の青帯は下向きですので、今下落トレンド中なんですね。昨日もそうですが GMMA の青帯に近づいたところからの下落になっておりますので、本日も GMMA の青帯ぐらいまで上昇してくれば、このピンクの矢印のイメージで下落が考えられますので、今は1時間足には緑のボックス、そして4時間足には黄色のボックスを描いてますが、その加減ぐらいまでの下落っていうところを見ておきたい。逆にこの GMMA の青帯を上抜けてくれば、そこからはこの1時間足の下落トレンドを崩してきますので、そうなるとボックス上限付近183円付近を目指して上昇していくと思いますので、その辺見ておくといいですね。1時間足は下落トレンド中ですけれども、ボックスの加減も近くなってますので、緑の矢印でのイメージ、ボックス加減付近からの上昇の圧力っていうのも入りやすくなってきてますので、今はしっかり引きつけておかないと、ボックス加減付近にあるってことは上昇する可能性もあるし、かといって今は1時間足は下落トレンド中ですので、このまま下落が継続する可能性もあるので、その両方を見ておきたいですね。ではドル円です。まずは冷やしからなんですが、昨日夜中に大きめに上昇してきましたね。150円をようやく超えたというところ、そして直近のこの高値、この髭先ですね、150.160 っていうのが髭先、この大きな陰線、10月3日の火曜日の陰線ですね。この大きな陰線の髭先になるんですが、そこも超えてきました。ただし、ローソク足の実体ベースでは超えられていないんですね。昨日のローソク足見てみますと、この10月3日の高値、ここですね、この髭先を実体では超えられていない、ギリギリそこで抑えられているというところで、やはりまだ上値は重いんだろうなと思いますので、今はこの10月3日の大きな陰線の髭先ですね、150.160 を日足のローソク足の実体で抜けてこれるかどうかっていうところに注目です。現在はまだもう少し上値が重いと思いますので、現在地付近、昨日上昇はしてきましたけれども、現在地付近で揉み合ってからもう一度の上昇になるのか、それとも下落に向かうのかっていうところを見ておきたい。日足ストキャスティクスはずっと高値圏にありますよね。ここのところずっと高値圏にありますので、やはり日足単位の調整をしてもおかしくないと思いますので、もちろんこのまま調整の下落で GMMA 付近まで下落していくっていうことも考えられますし、
し、現在地付近からもう一段上昇していくっていうところも考えられますので、大きめの調整下落には注意が必要です。では4時間足です。4時間足先ほど言ってました10月3日のこの長い下髭の陰線ですね。この緑の矢印のところです。この陰線の上髭の髭先を越えられていないですよね。4時間足もローソク足の実態は抑えられているというところで、もうちょっとここを突破するのに力がいるのかなというところですね。ですので本日このオレンジの水平線の 150.160 を明確に上抜けてくれば、そこからは緑の矢印のイメージ。今は赤の平行チャンネルの中で動いてますので、そのセンターライン付近ですね。現在地から上昇していけばだいたい151円手前ぐらいのところになってきますので、そのあたりまで上昇すると考えますが、まずはオレンジの水平線を明確に上抜けてくる、ローソク足の実態で上抜けてくるのを確認したいです。で、現在地っていうのは最高値になりますので、ここからは一旦反発の下落をする可能性もありますね。今までじりじりと上昇してきて、昨日上抜けたんですけれども、今陰線になっておりますので、本日は下落から始まっております。このままダラダラと調整の下落、今4時間足ストキャスティクス高値圏にあるので、これが過熱感を解消するぐらいまでは下落する可能性がある。そう考えると本日はドル円は調整の下落だけで終える可能性もあるので、その辺は注意です。基本的には GMMA は上向きですので上昇トレンド中なんですが、ストキャスティクスの過熱感解消するのに本日1日使う可能性もあるので、押し目買いを考えるのであれば調整の下落が終わるのを待つのが良さそうです。では1時間足です。今朝の早朝ですね、5時のローソク足が大きくなってますので、これが直近高値の 150.160 を突破したローソク足になりますので、今日の5時ぐらいで大きく上昇して 150.160 を超えてきたんですが、そこからは結構失速してきてますね。まずは1時間足のこの GMMA の青帯ぐらいまでの押しを待ちたいところです。今までずっとこの GMMA の青帯意識されてますよね。この下落の局面でも意識されてますし、そこから昨日なんかもずっと GMMA でサポートされてますので、ということは今朝は下落から始まってますが、この下落っていうのは次 GMMA 付近まで下落してくれば、そこからは次もう一度上昇していく、そこに押しを作る可能性がありますので、その辺を見ておきたいですね。だいたい価格でが150円、149.9 とかそのあたりになってきますので、そのあたりまでの押しをつけたところで、そこから GMMA で反発して上昇できるのかどうかっていうところを見ておきたい。もし上昇できないのであれば、もう一度この平行チャンネルの下限を目指してくる可能性があります。先ほどの4時間足の平行チャンネルの下限ですね。そこまで下落してくれば 149.5 とか6とかそのあたりまで下落してくることになりますので、そのあたりまで深めの押しをつける可能性もありますし、1時間足の GMMA で反発して上昇していくっていうこともあります。ただ分かりやすいのは今この直近の高値ですね。先ほど4時間足で言いました 150.160 というところを4時間足のローソク足で明確に実態で上抜けてくれば、そこからの上昇で赤の平行チャンネルのセンターラインの151円手前ぐらいまでっていうところの流れに乗っていくのが分かりやすいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿と同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方向けに有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。詳細は概要欄をご覧ください。11月から初月無料ですので、ご入会を検討されるなら11月上旬がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。